間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今日はフリードのエアー EX の EHEV に乗っています。フリードのハイブリッドですね。2024年に登場したまだ新しい車で、オドメーターはね、今1000キロ。ちょうど1000キロなので、一番車として美味しいところなんじゃないかな。足回りとかね、いろんな部分が馴染んできて、徐々に柔らかくなってきたり、ふわふわが目立つようになってくるのが、一般的な車の例ですので、それ考えるとね、今すごくいい時期の車だと思います。で、この動画では、乗り心地をメインにした、乗り心地と快適性かな、静粛性とか。試乗したフリードは7人乗りベンチシートの使用、価格309万円。今日は自分、リアシートに座りながら話しています。運転は手が大きな整備士の同僚くんです。じゃあまずそうですね、今日ねちょっと言いやすいところと言いにくいところがある、いいところと悪いところがあるっていうのかな、そんな感じなので、まずいいところから言っていきますね。すいません、煮え切らなかったので音声後取りします。と言ってもね、悪いって言ってるわけではないです。すごく良かったです。この日は2名乗車で、自分ともう一人体の大きな80キロぐらいのね同僚が乗っていて、その状態で乗り心地良かった。2名乗車と先に言ったのは、人が増えて重さが増すと、それはサスペンションが柔らかくなったのと同じ効果になりますから、その状態で乗り心地が良かった。で、まずそのね、どんなところがどんな風にいいかといった部分で言いますと、まずね、動き出しがスムーズです。サスペンション4本ともにね、動き出しがスムーズで、スッと動いてくれる。もう抵抗感なくっていうのかな。サスペンションがっていうのに合わせて、サスペンションアームとかね、その構造部品、周りの部分も滑らかに動いてくれるような施策がね、取られているんじゃないかと、そこまでね、感じさせるぐらいの滑らかさがありました。で、あと、タイヤとかもね、そんな硬さを感じるようなことがなくて、このあたりね、すごくね、一体感があってというか、統一されて作られているようなスムーズさ。ここがね、良かったです。で、これがね、低速からザラザラ路面を走った時とか、それからある程度速度を上げた時までね、すごく効いてると思います。限度を超えちゃうとね、その先はしっかりしているので、そこの限度で吸収しきれない部分はね、ガツンときたりとか、ガタンとかパタンって音につながりますけれども、とにかくね、ほとんどの場面で乗り心地がよく感じられるというのがね、このフリードの特徴だと思います。で、そんなね、サスペンションなんですけれども、最初のね、動き始めがいいということは、微振動もね、よくシャットアウトをしてくれます。いつもというか、最近走る道でね、ザラザラのところがあるんですね。ザラザラと細かなボコボコが続くところ。そこがね、好印象でした。でね、やっぱり舗装が古くなって、ザラザラとかね、ゴロゴロしたのが目立ってくる道ってのは、相応にありますよね。そういったところが良くて、フラットでね、すごい舗装のいいところだけいいんではなくて、違うところ、ザラザラな路面もね、相応にいいというところは、やっぱりね、これ一つ魅力かなと。で、微振動をよくシャットアウトしてくれるから目立ちやすいというかね、たまたま今回ちょっと目立ったのが、内装からのビビリオンというのがありました。この乗ったフリードがオドメーター1000キロだったんですね。まだほとんど新車に近い車。で、この車で乗っていて、すごいザラザラな路面だったか、どっかちょっと忘れちゃったんですけれども、内装のルーフのドライバーの耳の上あたりかな。ルーフの付け根からリアシートのあたりのどこかで、ちょっとね、ビビリ音が気になっていたんですね。で、これが、路面からのゴロゴロ音が少なかったから目立ったのかもしれないし、個体差かもしれない。多分個体差でしょうねって思うところでね。でね、ちょっとね、思い出した話が、自分が昔新車を買った時に、やっぱりね、ちょっとこのピラーの周りからビリビリ音してた時があるんですね。で、そう、それ結果的にディーラーに言ったら見てもらってちょこっと直してくれた。で、そういうのもね、ありだと思いますし、あとね、そう、こんなのね、シリコンシリコンシーラントをちょっと塗るとか、布を1枚挟めば直っちゃうので、見つければね、それ対処、自分たちでも簡単なんですけれども、なかなかね、場所を探るのが難しい。自分の父親と一緒に車乗って、この辺かなとかね、わざわざ砂利道の上とか行ったりとかしながらね、いろいろやったのを思い出しました。なんかあったらね、ディーラーに相談してみるのがいいかなと思います。でね、あと合わせてドライバーの快適性という話。これね、フリードが今回ね、リアサスペンションも動きに違和感がないような感じに進化していまして、仙台から見てですね。で、これによってね、ドライバーも快適でした。それは乗っていて、自然にね、速度が上がっちゃうとか、
速度を上げたくなるみたいなところでね、やっぱりね、フロントシートに座っていると、普通はね、フロントサスペンションの動きが主に気になります。近いですしね、本当すぐ目の前ですし、そこの影響を受けやすいですから。ただ、何気なくね、意識しなくても、そういったね、車の一体感とか落ち着きとか、いいもの感っていうのかな。そういうのはね、やっぱハンドル握ってて、どこかしらね、出てきます。で、自分の場合は自然に走る速度が上がっていっちゃうというところがありまして、いいこととはね、言い切れないんですけれどもね。でね、そう、前が後ろがっていうところは、後ろってね、意外と、誰かに言われたりとか、ちょっとしたね、知識があったりとか、意識があって気にすると、前がとかね、後ろかっていうのも分かりやすいと思いますので、余裕があったらね、リアサスペンションの動きとかに注力してみるのも、意外とね、これはこれで車をね、語ったりとか、比較したりするのに面白くなるんじゃないかなと思います。で、あとね、タイヤ。タイヤサイズがね、185の65の15インチというタイヤみたいなんですね。このフリードが EHEV で1480キロという車重があって、このタイヤサイズですから、平たく言ってシエンタと同じサイズということでね、そんな大きくなくて、でも仙台と同じサイズでアルミホイールとかね、使い回しができたりとか、スタッドレスの使い回しができたりとか、そういうのもあっての兼ね合いで、このタイヤサイズかなと。で、あともう一つ思うのが、直進している時にね、中心付近のグリップ力がもう少しあったらいいなと思うところがあったんですね。で、これが、タイヤって、燃費のために直進時のグリップ力をね、直進からちょっとハンドルを動かしたぐらいのところのグリップ力を削るというのはね、よく言われています。昔とかね、ひどかったです。エコタイヤが出てきたばかりの頃かな。ここを落としすぎちゃって、ハンドルの応答性すごく悪くなっちゃって、運転しにくいというのがあったんですけれども、そこまでじゃないです。なんとなくね、その中心付近がもうちょっとね、力強さというか、はっきり感があったらいいなと思うぐらいで、その性能上はね、問題ない中で燃費のためにここのグリップ力を落としているっていうのは、ありえそうですし、そこをちょっともうちょっとはっきりしたらいいなって、フリード乗って中心付近がもうちょっとはっきりしたらいいなと思ったら、タイヤをね、中心付近のグリップ力が強いタイヤに変えるとか、あとはもう一サイズ大きくても、例えば195にしてみるとかね、そういうのもありなんじゃないかなっていうのはね、ギャンブルとしても楽しめそうですよね。で、65という数値ね、厚みの部分。これも65って聞くとね、もうめちゃくちゃ厚い昔のタイヤみたいな感じ受けますけれども、185という幅に対しての割合ですから、元の幅が狭いのでね、そんなに厚くは感じないです。金銭的にもね、交換するときにお得なサイズというのはね、一つポイントとして挙げたいところです。続いて、リアシート乗車中の収録シーン。今回のフリードは7人乗りベンチシートの使用です。でです。リアシートは戻りますね。サスペンションのリアのサスペンションがすごく落ち着いて安定して、こぎ方もね、特別硬くはない。でもダンピングが効いてるぐらいの硬さなんですけれども、シートがね、めちゃくちゃ柔らかいです。もうほんと、座面も背もたれも柔らかくて、かつ、シートバッグの作りもね、背中の下の方の膨らんでいてほしいところが膨らんでいる。しかも柔らかくそこが背中を支えてくれて、2列目がいいですかね。背もたれね、大きくはないです。背がなくて、自分の身長172センチで、肩が飛び出しちゃうぐらいなんですけれども、でもね、要所要所はすごくよく作ってくれてある。仙台のフリードハイブリッドと比較して、レベルが上がったと感じるところは、ちょっと車好きの方が気づきやすい部分だと思うんですね。で、それが車の前後バランス。リアサスペンションがね、すごく良くなりました。仙台のフリードハイブリッドが、フロントの動きがね、もうめちゃくちゃ良くて、でもリアがね、ちょっとパカパカしたり、跳ねたり雑にね、持ち上げられちゃうというのかな、伸び上がっちゃうところとかがあったりして、そのあたりね、自分動画で述べさせていただいてました。で、そういったところがなくなって、すごくね、車安定感が出ています。速度を上げてもね、不安感が少ないっていうのかな。で、これには視界の良さとかも効いてまして、あと、乗っていてもね、車の四輪の一体感、車全体の一体感っていうのが、もうすごく上がっています。基本的に同じプラットフォームで同じ作りで、いろんなところが一緒だとしてもね、このあたりすごく進化をしていて、
先代モデルが長く売られていてね、その間に進化した部分っていうのは、まずね、ここが一つ挙げたいところです。4輪の一体感。で、乗っていてもリアがしっかりしていて安定感がある。で、リアシート、2列目、3列目に座ってもね、そういった変な、ちょっと安っぽいところが出にくい、感じにくいといったところでね、これが良くなっています。で、2列目シート。2列目シートの弱点はね、仙台と一緒です。座面が低くて、大人が座るとね、もうどう足を置いていいかわかんない。股開いて座ってますけれども、今も。で、足のつま先の部分とかね、フロントシートに下に足入れる部分とかの盛り上がりは、仙台同様にね、盛り上がっています。これがガソリンモデルはここ盛り上がってないので、足の位置すごい楽なんですけれども、ハイブリッドはね、どうやらここに走行用のね、駆動用バッテリーが来るみたいで、やっぱり同じように盛り上がってますね。で、座面が低くて、フロアがね、先端の方が、前の方が高いので、ちょっとね、不自然な感じになる。で、背もたれはそんなに大きくない。ただ、座面は柔らかくて、シートバッグも柔らかくて、いいところがいっぱい。そんなリアシートですね。あとね、3列目。3列目はね、やっぱりね、何と比べてといったところで、シエンタと比べると、着座感とかはね、すごく快適です。シート柔らかくて、思ったよりね、厚みあるんでね。座っていて快適。あと、上げ下げ。しまったり出したり収納が軽くなりました。仙台の時は、片手でカメラを持って片手でシートを格納するとかやってると結構大変だったんですけれども、この方はね、そこがだいぶ楽でしたね。で、ごめんなさい。大事なこと言うの忘れてた。今日乗ってる、フリード EHV Air EX。で、この車のね、2列目がね、ベンチシート仕様なんですね。いわゆる7人乗り仕様。で、キャプテンシート仕様の6人乗りの方は、また別の乗り味になってると思いますので、ちょっとね、すいません、それ最後になっちゃいましたけれどもね、ちょっと付け加えさせていただきます。といったところですよかね。あとね、そう。今回のね、目玉とも言えるのが、リアシート用のリアクーラー。今日外気温が28度とか30度ある日なんで、これね、役に立っています。後ろで風量の調整できますし、オンオフもできますし、あと、前のね、エアコン操作パネルでリアのコントロールもできる。で、送風じゃなくてね、しっかり冷たい風が出てるような感じなんでね、このありがたみはね、もうよくね、しっかり感じられます。今もね、涼しいって感じでね、風浴びてるところです。じゃあ続きましては、フロントシートの話です。なんでね、フロントシートが一番最後に来たかっていうと、乗り心地というか、このシート自体のところで、ちょっといろいろ考えちゃったことがありまして、なんでしょう、幼稚な研究結果みたいになっちゃったので、これ最後に持ってきました。とりあえずね、今映ってるのはこれ自分たちのホームページです。でね、起きたことというと、フリード乗ってる間にね、運転していてお尻が痛くなりました。1時間ぐらい乗ってると痛くなってきて、で、一旦降りて、リフレッシュして乗り直して、新しくね、レビューというか、印象を探る。というのを繰り返していて、やっぱりね、1時間持たないぐらいでね、痛くなってきちゃってっていうのがあったんでね。なんでだろうと。そう、これ、シートがね、すごい作り良くて、お金かかってそうなね、もう立派なシートだったんですね。で、そんなシートで、あえて痛くなるようなものを出してこないだろうと。しかもね、汎用性が重要視されるみたいな、車で、そんなシート出してこないだろうと思っていたので、じゃあ自分の座り方が悪いかなとか、いろいろあるんじゃないかなと考えていたところです。まずシートとしては、これね、シートの前方の部分が柔らかくて丸くてね、すごくいいなと思っていました。あと、お尻の部分は豊かなボリュームがあって、で、反発力が強い。押すとね、うんとしてるようなね、シートです。で、こっち、ここちょっとランバーサポットが背もたれの部分も影響あるかもしれませんけれども、ちょっとね、今回は省きます。で、そうね、座面は手で触ってもね、わかります。座ってもわかるけれども、手で触ってもわかるところで、反発力が強い点があってね。あと、お尻の尾てい骨の部分だけが沈んじゃってっていうのかな。ちょっとね、面というよりはね、点で沈むクッション性みたいな感じもね、受けました。で、これ座っていてね、そう、体重60キロの自分と、80キロの車の整備士、同僚がね、2人していたいという感想で、これ硬いよねということになったので、とりあえずね、そう、硬いと感じたのは勘違いではないです。
でもそれでね、なんで痛くなっちゃったんだろうっていうのをね、ずっと考えました。で、あり得るとすればドラポジが悪かったかなとね、こう考えるしかないですよね。で、座り方はね、試せる範囲内で試してきて、お尻前に出してみたりとか、あとシート甲をね、多少ずらしてみたりとか。でもね、ちょっとね、今回ね、サボっちゃったというか、いろんな座り方を試すだけの余裕がなかったので、少しね、高めに座ってた自覚があるんですね。で、高めに座ってると何が起きるかっていうと、シート上げると、先端よりね、後端が上がる車が多いです。そうすると、前後がね、フラットに近づきます。で、そこはい。でフリードの座面形状が、先ほどの先端が丸まっていて、ちょっとね、前下がりみたいな感覚になったのかなと。結果ね、足の自由度は増して、そう、動かしやすい。先端が膝裏にね、圧迫感ないと足は動かしやすいですから、そういう良さがある反面、体圧が分散されにくくなって、で、体にね、力が入っていた可能性っていうのがね、考えられます。足がね、動かしやすかったので、ギリギリまでね、自分ドラポジ探らなかったんですね。足が最大限自由に動かせれば、車滑らかに動かせますから、だったら高めに座った方がいいんじゃないみたいに思ってね。でもそれによって、体の圧力が分散されなかったりとか、体を支えるのにね、無意識にどこかに力が入っていた関係。多分お尻の筋肉に力入っていたんでしょうね。で、そんな状態で硬いシートに座れば、それは痛くもなるよね、と思うところがね、ここまでが今の結論です。一応ね、自分はあれです。今までに後付けのシートというのをね、随分買ってきました。金額にしても、車1台分ぐらいは使ってますよね。で、今もね、オフィスでレカロシートに座って仕事したり、今もね、喋っています。で、あとね、オーダーメイドというかね、シートのクッション削ったり持ったりして、自分の体に合わせたことをね、2台でやっていますので、ちょっとだけね、ちょっとだけこだわりがある方ですね。でね、そう、そこで言うとね、シートって体に合うはね、一番だと思います。言い悪いよりね、合うか合わないかの方が大事じゃないかなって思うんですけれども、座り方、ドラポジとか含めてね。で、そうね、こういったシートが多くの人に、その汎用性がね、高いのか低いのかっていうのが、ちょっと考えちゃいまして、今まではね、シートの先端丸かったり柔らかかったり、そのフラットに近く座面がなる車ってね、結構いろいろ大きい、体の大きい方から小さい方、その足の長さとか関係なく座りやすくて、すごい幅広いかなって思っていたんですけれども、もしかしたらね、違うのかもしれないっていうのがね、フリードとかね、ほんと人気車で、お詳しい方から適当に座れればいい方とか、もうそんなね、ドラポジなんて気にしたことがない方とか、いろんな方が乗られると思うんですよね。結婚する前にいろいろね、車好きで試していて、で、シートのね、作りとか言語化できるようなお詳しい方もいらっしゃるでしょうし、そうでない方もいる。で、車のキャラクター考えたら、汎用性がこれは高いのか、高くないのか、ちょっとね、悩んでて、わかんないところ。これもう一回乗ったらね、またね、考えていきたいなと思っています。ということで、簡単にまとめます。動き始めがスムーズで、タイヤも柔らかく感じられる乗り心地は、2名乗車で快適でした。しかも快適なだけではなくて、少し動いた先はしっかりしてくれているので、運転していても落ち着きが感じられて好印象です。なので、運転席でも助手席でも良さが味わえて、ただ、フロントシートはね、座面の硬さがより目立つとも思いました。柔らかいところあって硬いところあったら、硬いところがちょっと目立っちゃったりもするかな。頭で考えてもね、そんな感じになります。で、リアシートのベンチシート。これは一昔前の車みたいにふかふかでした。もう本当ふかふか。で、1時間程度の乗車試しましたけれども、それぐらいだとね、衝撃なんて感じることのない乗り心地が味わえてよかったです。その分体はふわふわ揺れますから、一長一短なところも出てくるのかもしれません。すいません、かもしれないって言ってるってことはね、多分ありそうという意味です。レビューってね、回りくどくなっちゃいますね。自分がね、止まっている停止中のフリードのリアシートからカメラ構えて撮影していて、それでシートが柔らかすぎて、撮影がね、難しい、体が安定しないと思った。こんな経験はね、初めてでした。あとは、フロントがね、ボディのフロントが動きやすい分、運転によってはぴょこぴょこを収めるのに神経使う可能性も考えられます。結構ね、撮ってきた映像を見てみると、そんな感じなんですよね。
で、そう感じたら、じわっと動く仙台フリードのハイブリッドとか、あとね、単体で乗ると突っ張っちゃっていて、ちょっとと思うようなシエンタハイブリッドのサスペンションも、意外とね、これ動きにくいのがいいって方もね、いるんじゃないかなっていうのもね、ちょっと思っています。でね、フロントシートに関しては、次乗ったらもっといろいろ試していきますので、宿題にさせてください。すいません、あとできましたらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。